こんにちは。今回はですね、以前の動画で3月末で、現在の職場を退職して無職になるということをお話ししたんですけど、その後ね、新しい勤め先を探すのか、何か資格を取るために勉強するのかということを、悩んでいたんですけど、改めてね、職業訓練に通うことにしようかなと思ったので、それに関することで、今後の方向性と、あと、職業訓練ね、僕も初めて調べて、昨日ね、実際に相談窓口にも行ってきたんですけど、こういうところ多分気をつけた方がいいだろうなと思ったことが何点かあるので、もし今ね、職業訓練これから通おうと考えている方が、もしいればね、そういうところ気をつけた方がいいよっていうお話をできたらいいなと思います。で、まずなんで職業訓練を通うことにしようかと思ったかというとですね、そうですね。そんなにね、やっぱ今夜勤で働いてて、そんなに生活するだけだったらね、そんなに働かなくても大丈夫なんで、別に新しい職種にチャレンジとか別にしなくても、似たような感じで新しく働ける場所があればね、別に4月から、そっちで働ければ、生活はしていけるんで問題はないっちゃないんですけど、でもね、一人暮らしもしていくということと仕事を頑張っていかなきゃということを決めたので、やっぱりね、新しい分野というかね、今まで自分が携わってこなかった部分にして、挑戦していくためにはね、いろいろ、スキルも身につけないとな、ということでですね。で、結局、その職業訓練も、自分の住んでる地域から、通える範囲の、校舎で行われている職業訓練から、選ばないといけない。あまりにも遠かったりとか、別の県またいでとかになってくると、毎日通うのってなかなか難しかったりするので、結局自分の通える範囲内で開講されている資格の中から選んでいくっていうところでですね、IT、僕ずっと動画編集とかはずっとしていたので、パソコンスキルとかは、身につけてはいるんですけど、ちょっとやっぱ専門スキルすぎてですね、あんまり一般業務に活かせるような PC スキルっていうのはあんまり持っていないので、パソコンずっと触っててパソコン業務得意なのに、それを言えないっていうね、一般業務に関して、Excel とかでね、どの職場に行っても結構扱うことは多かったんですけど、データの入力とかね、売上だったりとか管理することで、そういうものを扱うことは多かったんですけど、でもその関数に関することとかは全くわからないので、ちょっとトラブルとか、不備があった時にね、それを修正できないっていうところで、自信持ってパソコン得意ですって言えないな、みたいなところがあって。で、今回通いたいなと思ってる中の情報ビジネスの分野で、オフィス基礎、マイクロソフトの、Excel だったりとかの基礎実践っていう、授業があったので、それをぜひね、通いたいなと思って、通うことに決めました。でも本当にね、開講したらというか、実際通うことになったら、本当に平日毎日通うことになるんで、本当に学校みたいなね、感じみたいなんですよね。だからちょっと、ワクワクしてるというかね、頑張らなきゃなという感じですかね。で、気をつけた方がいいっていうのはですね、もともと職業訓練通おうと思ってなかったので、どういうもんなのかなっていうので、いろいろ調べていく中でですね、僕はもともと3月いっぱいで退職する予定だったんですけど、これ3月中に職業訓練のことを調べたからまだ良かったんですけど、本当に3月末まで働いて退職して4月からどうしようかっていう身の振り方を考えてたら、5月開校の職業訓練には通えなかったんですよね。っていうのを、今ね、職業訓練通いたいと思ってる方もですね、気をつけた方がいいなと思うのは、これ埼玉県のね、
職業訓練の受講案内、募集案内なんですけど、これ5月開講分なんですよね。5月に行われる職業訓練の、いろいろ項目とかが書かれているものなんですけど、これ受付期間が3月の13日から4月の1日までなので、4月の1日までに申請手続きを全部終わらせて、で、4月中に行われる、面接と試験っていう、選考日みたいなものがあったりするのを4月中にやって、で、実際合否の通知が4月の間に来て、で、5月に始まるその講義に通えるようになるっていう流れなんで、僕4月に入ってからこの手続きしてたら、5月分の開講には申請できなかったんですよね。だから、で、タイミングよくね、僕が今勤めてるところも、夜勤の受付なんで、やっぱね、夜勤で結構、ロングタイムでシフト入れる人なかなかいなくて、ずっとね、辞めるってことは伝えてたんでね、本来だったら、そこの人員を早めに用意してくれた方が良かったなっていう中で、でもやっぱりどうしてもなかなか、募集しても人が来ないっていうことで、4月で、僕も実際その学校通うのが5月からで、4月いっぱいは、その職業訓練に携わるそのいう手続きみたいなことはほとんどないので、じゃあ4月いっぱいまで残りますっていうことで、4月までね、残ることにしました。双方のね、利害が一致したという感じで、ちょうど良かったなという感じでですね。なので、僕が本当に3月いっぱいで辞めて4月からってなってたら、6月からの、何ですか、職業訓練にしか通えなかったとか、手続きができなかった。で、6月になるとまた開講する職業訓練のスケジュールも変わってくるんで、自分が受けたい、ものが受けれない可能性もあるんですよ。なので、職業訓練を考えている人は、だから少なくとも2ヶ月前には、通う準備を始めないと、まずいですよっていうことですね。そこを気をつけた方がいいのと、あとはこの4月1日までに申請手続きを終わらせなきゃいけないっていうことで、職業訓練その科目によってはですね、そういうの、事業センターみたいなものがあって、清書した手続き申請書をですね、この4月1日までの必着で、そこに送らなくちゃいけなかったりするんですよ。何ですか、送り返しの封筒も込みでね。なので、例えばこれとか、埼玉県なんで、これ埼玉のやつなんで、全部が全部こういうデザインの案内じゃないと思うんです。多分それぞれのお住まいの都道府県の、こういう募集案内があると思うんですけど、僕は埼玉なんで、例えばこれを4月1日までなんで、この封筒の折り返し用の封筒を入れて、清書した申請書をですね、一緒の封筒にまとめて、4月1日までに必着でつくようにしないとダメなんですよね。なので、例えば変な話、3月31日がちょっと何曜日かわからないんですけど、例えば月末がですね、土日とか祝日挟んでしまうと、その郵送の関係とかもちょっとわからなくなってくるので、そうなってくるとですね、29日とかに準備が終わっても、この申請書類が3月31日までに必着できなかった場合は、申請から漏れちゃうんで、5月の開講分の職業訓練には通えなくなってしまうということになったりもするので、準備は少なくとも2ヶ月以上早く始めないと、手続きが間に合わないということですね。あとやっぱり自分が興味がある、その訓練も、何月に行われるのかって、だから2ヶ月どころじゃないですよね。もっと前から、この先のスケジュールって結構出てるんですよね。6月、7月に何ヶ月分先のスケジュールが全部出てるので、自分が通いたいなと思える職業訓練校が何ヶ月先に行われるのかっていうのを、事前に見ておかなきゃいけない。で、今回その雇用保険の制度が変わる関係で4月以降で退職される方が多いと思うんですけど、まさにね、そういう方は、退職してから準備始めると、失業給付、基本手当が、もらえるまで待機期間が、1ヶ月とはいえね、1ヶ月もらった後に、何ですか？退職しまして、翌月丸々1ヶ月空きました。そこから申請処理して、
通いたい訓練校が2ヶ月先になりますってなったら、基本手当の90日間の失業手当がもう全部、何ですか、使い切った後に訓練通い始めることになるんですけど、じゃあ訓練通ってる間のお金はどうするのみたいな感じになったりすると、それはそれでまた職業給付手当みたいなのもあったりするんですけど、いろいろ要件を満たさないともらえなかったりするのもあるし、ある程度やっぱ蓄えがないと、生活費を確保しながら、その学校に通うっていうのは難しくなるので、かなりね、早い段階で準備しておかないとダメっていうことですね。何度も言っちゃいました。はい。というわけでですね、4月いっぱいまで働いて、かなりね、シフトは激減するんですけど、もともと週3だったんでね、そんなにいっぱい働いてたわけじゃないんですけど、ちょっと、最後の最後、4月、とはいえね、6年勤めてた職場なんでね、本当に感謝しかないんですけど、今回これでね、社保も外れてしまうので、そうだね。だから4月やりきりまして、まだね、結局合否もあるんで、実際通うことを決めたわけなんですけど、落ちてしまったら通うことができないので、4月中に行われる面接とかに備えてね、しっかり準備したいなということで、また進捗があればね、動画でお話ししたいなと思いますので、はい。そんな感じで頑張っていこうかなと思います。はい。そんな感じで今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。